こんにちは、ますみです。本日は Azure OpenAI サービスの概要を解説します。名前は聞いたことあるけど、その特徴についていまいち理解できていないという方は、この動画を最後まで見ることで、どのような時に Azure OpenAI サービスを使うべきなのかを理解できるでしょう。それでは本題に入ります。Azure OpenAI サービスとは、OpenAI の機械学習モデルを Azure のサーバー上で利用するためのサービスです。具体的には LLM モデル、チャットモデル、エンベディングモデルなどを利用することができます。より正確に説明すると、Azure の中のカスタマイズ可能な Azure Cognitive Services というサービス群の中の一つのサービスになります。OpenAI のモデルを使用したい場合は、Azure OpenAI サービスと OpenAI が公開している API があります。ここでどのようにこの2つを使い分ければいいか疑問に思った方も多いと思います。ここからそれぞれの長所と短所を比較していきたいと思います。まず OpenAI API よりも Azure OpenAI サービスの方が優れていることは次の通りです。1、可用性。2、セキュリティ。3、データプライバシー。4、サポート。5、レスポンスの速度。6、レスポンスの安定性。まず Azure OpenAI サービスを用いる場合、99.9% の SLA、すなわちサービス品質保証があり、サーバーの可用性に力を入れています。一方で OpenAI API は SLA はないため、今後 Azure OpenAI サービスの方が可用性に優れている可能性が高いです。次に Azure OpenAI サービスを用いる場合、OpenAI の API にはできない次のことができます。1、VNet 内部での利用制限。外部のネットワークから仮想ネットワークに侵入されない限り、モデルへ不正アクセスさせないことができます。2、アクセス制御や不正アクセスの監視。Azure AD との親和性が高く、IAM ベースで監視ができます。3、プロンプトインジェクション対策。コンテンツフィルターが初期搭載されており、完全ではありませんが、プロンプトに基づいてフィルタリングをしてくれます。さらに Azure OpenAI サービスを用いる場合、データを Azure のサーバー上に保管できるという点で、データプライバシーやガバナンスの基準も高いです。もちろん OpenAI のサーバーもなるべく安全に管理はされていますが、大企業だとデータを保管するサーバーの制約が強いため、自社の Azure クラウドの中で完結するのは非常に強みだと考えられます。4つ目に OpenAI API に比べて Azure OpenAI サービスはサポート面で優れています。無料でサポートしてくれる OpenAI API に比べて、有料でサポート契約を結べる Azure OpenAI サービスの方が、何かあった時に責任を持って対応してくれることが想定されます。5つ目に OpenAI API に比べて Azure OpenAI サービスの方がレスポンス速度が高いことが期待できます。また6つ目にレスポンスの安定性も高いことが期待できます。これらはレイジー KZ さんという方が PITA の記事で実験しており、 Azure OpenAI サービスの方がレスポンスまでに遅延時間が短い上、時間帯ごとのレスポンスタイムのばらつきも少ないことを報告しています。公式でそういった発表はされていない上、今後もこの傾向が見られるかは分かりませんが、マイクロソフトに優秀なインフラエンジニアが在籍していることと、 OpenAI がかなりの量のトラフィックを扱っていることを考えると、納得感のある結果だと私は思います。次に Azure OpenAI サービスと OpenAI API で変わらないことは次の通りです。1、モデルの精度。2、利用料金。まずどちらも同じモデルを用いるため精度は変わりません。また現時点では利用料金も同じ価格で設定されています。最後に Azure OpenAI サービスよりも OpenAI API の方が優れていることは次の通りです。1、最新モデルへのアクセシビリティ。2、構築コスト。3、運用コスト。4、学習リソース。まず OpenAI API の方が最新モデルへのアクセシビリティが優れています。OpenAI API 側で先に最新のモデルが利用可能になり、少し遅れてから Azure OpenAI サービスで利用可能になります。次に OpenAI を利用する場合は Azure OpenAI サービスで行う必要があるクラウドインフラの構築コストを圧縮できます。同時に運用コストも抑えられるでしょう。最後に Azure OpenAI サービスと比べて OpenAI API は
豊富な学習リソースが Web 記事や動画として存在する点で優れています。ここまで説明した特徴から私は次のように使い分けることをお勧めします。まず Azure OpenAI サービスを使うべきケースは次の通りです。1、高いセキュリティを重視する場合。2、高いプライバシーを重視する場合。3、サービスの可用性を重視する場合。4、レスポンスタイムを重視する場合。5、開発予算に余裕がある場合。次に OpenAI API を使うべきケースは次の通りです。1、最新のモデルをクイックに使いたい場合。2、安価な予算で実装したい場合。3、スピード感を持って実装したい場合。以上、本日は Azure OpenAI サービスの概要を解説しました。次の動画では実際に Azure OpenAI サービスを使う方法を解説します。ではまた。